ここがね、有毒部位なんですよね。今日はこれね、つぶ貝のお刺身の作り方紹介します。つぶ貝はね、結構剥きづらいんですよ。剥きづらいんですけど、なんていうの、殻を壊さずに剥く方法もあるんですけど、そうするとこうつぶ貝を真ん中で切らなきゃ剥けないんで、これ穴子の目打ちとか、釘でも何でもいいですけど、これ使って殻に穴開けて剥いていきます。穴開ける位置は、ここの頭と尻尾を結んだこの真ん中の位置ね、この辺に、穴開けてあげると、簡単に貝が外せますよってことですね。ちょっと硬そうなら、包丁で叩いてあげてね。で、こんな感じで、ちょっとこう、穴開けてあげて、ここね、サザエと一緒なんですけど、ここに貝柱があるんで、こう下に落とすと、貝殻にぶつかるんで、ここをね、こう、なんていうの、引っかいてあげる。引っかいてあげると、簡単に貝柱が切れるんで、そしたら、あとはこう、引っ張ってあげれば、貝が出てくるって。こんな感じ。こうやると、比較的綺麗に貝殻残して、だから盛り付けに使いたい時なんかはこうやって剥いてあげるといいと思います。ちなみに、これ分かりやすいように割ると、こうなってんすよ。こうか。ここでこういう感じで繋がってるんですけど、で、ここね、ここに貝柱がくっついてるんで、ここをこう、さっき穴開けてこうね、いじったんですよね。そうなんでここを狙って、この先端で引っかいてあげると、綺麗に剥くことできますね。つぶ貝剥けるとこうなってるんでね、これつぶ貝の肝、これね、火通せば食べられるんですけど、あまり食べるのは一般的ではないんで、うちの身の方を食べるんですけど、これね、ここはつぶ貝の紐なんですよ。これなんで、これは外しちゃいますね。ここもね、たまにね、居酒屋さんとか行くとね、お刺身でついてくるんですけど、正直ね、あんまり美味しくはないですね。で、あとこれね、これがこの1本こう出てるところがあるんですけど、ここもね、刺身で食べるとね、美味しくないですね。あとこれ、ここもね、紐の残りなんで、ここも綺麗に外してあげて、で、残った部分が食べれますよと。あとこの蓋ね、蓋も外しちゃってください。これでなるべく身を削らないようにね。これね、押さえて引っ張って外す人もいるんですけど、そうするとね、結構身にね、力入れないとなんないんで、僕はね、包丁で外した方が綺麗なんじゃないかなと思いますね。最後こうやって残るんですけど、つぶ貝食べる時の注意点はね、ここをね、こう開くと、これね、白い塊が出てくるんですよ。これね、つぶ貝の唾液腺なんですけど、ここがね、有毒部位なんですよね。ここを食べると結構ね、頭痛だとか吐き気だとかね、二日酔いに近い症状が出るって言われてるんで、これはね、必ず外してください。で、あとは残った部分ちょっと軽くね、掃除してあげて、で、お刺身にしますよって感じですね。だから意外とね、殻の割に刺身にできるのはこれだけ。このまま刺身にしちゃってもいいんですけど、どうしてもね、貝はぬめりが気になるんで、これね、塩してあげて、で、塩で揉んであげる。そうすると、ぬめりが落ちるのと、貝の水分が抜けて、身が硬くなるんですよね。そうするとつぶ貝なんか歯ごたえ楽しむ貝なんで、美味しく食べれるかと思います。この面で貝って岩場に張り付いてるんですよ。なんでこの面が特に汚れてるんで、この面よくこすってあげて、で、あとは、水で流してお刺身にします。貝殻と、つぶ貝になってるんで、ここからお刺身盛り付けていきます。
まあこれね、盛り付けに使うのは適当にこう貝殻ね使ってあげて、でまあもしね貝殻が安定しないようならわかめとか使って台作ってあげれば比較的安定するんで、まあ、あとはねもう自由に盛り付けてあげてください。貝殻とか使うとねこう海っぽい感じが出るじゃないですか。なんでまあ、お刺身としては結構受けはいいのかなって気はしますね。まあ、こんな感じでも自由気ままに盛り付けていいんじゃないかなって思いますね。つぶ貝はね結構ねこうなんか、まあ、貝類全般なんですけど形がいびつでしょ。だからまあ全部の刺身を均等に切るっていうのが難しいんですよ。なんでつぶ貝の場合はねこうやって真ん中で開いてあげて、でこっから削いでいくんですよね。こっからねこうやって削いでいく。まあそうすると比較的全部が同じ大きさに切りやすいのかなって感じですね。どうしてもこうぬめりが出るじゃないですか貝って。でこのぬめりが気になる場合はレモンとかまあお酢でもいいんですけど柑橘類とかちょっと酸を当ててあげるとこのぬめりがきれいに飛ぶんですよね。まあ、なんで今回レモンでねレモン絞ってあげて、でまあレモン絞って後でこうペーパーで拭いてあげると。そうするとねこのね、まあ、表面のぬめりが落ちるんですよね。ただねこの模様も落ちちゃうんで若干なんですけどみずみずしさはなくなるかなって感じはしますね。まあこれ好みで磯っぽいのが好きって人はそのまま食べた方が美味しいと思うし、磯っぽさなくしたいっていう場合はこう柑橘レモンとかお酢とかで表面のぬめり取ってあげてください。でまたまあそうしたら切っていくって感じですね。では切るときはこのあれねなみなみに切った方がなんか模様があって綺麗かななんて思いますね。こんな感じで切っていって、で、まあ、こんな感じで切っていってあと盛り付けるだけって感じですね。つぶ貝はねアワビほどは硬くないんですけど比較的硬めの貝、まあ、歯ごたえ楽しむ貝ではあるんで、なんでねまあ薄すぎずかといってまあ熱かったら熱かったで硬くて食べづらいんで、まあ、熱くなっちゃった時はこうやってね包丁入れてあげて、あとは盛り付けですね。盛り付けはねもう本当になんか豪快に持ってあげればいいんじゃないですかね。貝類のお刺身って貝自体が結構動きがある食材じゃないですか。なんで結構ね適当に盛り付けても華やかになりやすいんですよね。比較的貝殻とか使ってわわっと盛り付けてあげると見栄えはする料理になるのかななんては思いますね。つぶ貝のお刺身完成です。